すみれ、最近再び話題になっているあの迷惑系 YouTuber ジョニー・ソマリのこと知ってる？ああ、ジョニー・ソマリね。彼はかなりの問題児で、もはや迷惑系ではなくボコられ系と名乗った方がいいくらいボコボコにされているわけなんだけど、今度は母国であるアメリカで配信中にボコられて大騒ぎを起こしたんだって。本当に？何があったの？実はね、あのジョニー・ソマリがアメリカでボコボコにされたと話題になったのは X にされたとある投稿がきっかけで、その投稿がこれで、ジョニー・ソマリがまたも殴られる、アメリカ帰国後にバーでの乱闘を撮影してトラブルに発展。実際の映像もあるから見てみると、って感じで、彼がアメリカのバーで配信中に乱闘騒ぎが起きて、それを大笑いしながら配信していたんだって。そしてその乱闘をバカにするような発言をした結果、But what's weird about us? Nigga, I'm on my vlog. Y'all niggas decided to act like apes on my camera. That's not my fucking problem. Nigga, oh, nigga, you hold up. Hold up, nigga, let's go. No, let's go. What's up? You wanna hit me for the camera again? Let's go. Yeah, yo was acting crazy. Hit me again, nigga. Hit my shit down. Hit my shit down. このように見た目がいかにもって感じのいかついアメリカ人たちの集団に詰められて、そのままカメラが止まるほどのパンチを食らったんだって。バーの中で大乱闘騒ぎが起きるってことは、そういう輩が集まるような場所だし、治安が悪いのはお察しだけど、そこで無許可配信をした挙句、外野から大笑いしてたら、そりゃ、ブチ切れられるよね。素直に配信をやめていればよかったのに、いかつい兄ちゃんたちに殴られてもしょうがないよね。そもそも大規模な乱闘が起きる時点で、どういう客層の店なのかっていうのは言うまでもないことで、そんな店に出入りして色を凝らせたらヤバそうな人たちを激怒させ、忠告を無視したんだから、どう考えても自業自得でしかないわよ。なんなら身長 157cm のジョニー・ソマリが何か言ったところで、うるせえ、チビとボコられて終わりだろうし、自分よりもでかい体格相手になぜここまで強気に出れるのかもよくわからないわよね。それで殴られた結果ごちゃごちゃ騒ぐんだから、こいつとトラブルになった人は頭を抱えるわよね。あくまでジョニー・ソマリの迷惑配信のスタイルは手を出してこない日本人だから通用したのであって、他の国で同じような真似をしようものなら、うるせえよ、黙れ、とボコボコにされて終わりだから、ここまで学習しないのを見続けていると、もはやわざとボコられ芸をしてるのかとも思っちゃうよね。確か、こいつ何度か病院送りにされていたなんてこともあって。だから、相変わらず何も学習しないジョニー・ソマリに対して、ネット民も、だから散々、日本だから無事で済んでるんだぞって言われてたのによ。とはいえ、これでもうぬぼれた勘違いバカが調子に乗ってやりすぎてしっぺ返しで人生を終わったってネット界隈ではごくごくありふれたケースの一つでしかなくなっちまったわな。日本でなんとかなったようだが、調子こいて治安が悪い海外で同じようなことしたらそうなる。命があるだけめっけもだが、無敵の人になったらそれはそれで面倒なので、物理的に消えてほしいな。てかまだ生きていたんだ。やっぱジョニー・ソマリは本国でも問題行動を起こしまくりで、物理的に3度バックにされてたけど、日本に来たら殴られなくなって調子乗ってただけだったんやなって。まあ日本なら殴ったり蹴ったりした方が捕まるから、誰も彼のことを止めないし、止めたくても止められないっていうのはあると思うが、日本以外だとこうなってある意味当然だと思うし、下手したら命を奪われかねないから、こいつも相当、日本の平和ボケしてるんじゃないかなと思いますね。一応、ソマリも冗談が通用しそうもない国は避けて渡航しているみたいだけど、南米とか南アフリカ周辺とか、そのあたりしか最終的に残ってなくなって、そんなところで一生を終えるんだったら、迷惑コンテンツをマネタイズするという身を削るという、あまりにも稚拙な思考から脱却すべきだろうね。自分がボコボコにされる動画が受けると気づいて積極的にボコられに行くスタイルに変えたのだろう。少々の怪我は仕方ないと思ってるんじゃないかな。などなど、相変わらず学習のしないジョニー・ソマリには、ボコられても自業自得的な意見がほとんどだったわよね。
っていうか、大体ボコられているのもジョニー・ソマリから追ったりした結果そうなってるわけだし、最初にボコられてからこれまでずっと反省すらしてないんだから、そりゃ、自業自得だし、擁護のしようがないよね。それに、イスラエルにいた時なんかは高価な撮影機材である配信用スマホを盗まれているのもあるし、このまま日本にいた時のやり方を続けるなら、そのうちあの世に行ってても納得だよね。結局、イスラエルで盗まれたスマホは返ってきてないし、その後、約15万円するスマホを購入する羽目にもなっているからね。アメリカでも治安の悪いところでは、ジョニー・ソマリは目をつけられるだろうし、自ら治安の悪いエリアにこいつなら行ってそこで迷惑を被りまくるだろうから、もういっそのこと、スマホとか全て盗まれてこのまま配信活動を引退してくれたらいいのにね。さすがのジョニー・ソマリもカンパを集めて新しいスマホを買ったわけだし、次盗まれたら強制引退だろうね。ちなみに、最近のジョニー・ソマリは、もうオワコンだ、とか言われまくってるわけだけど、実際のところどうなの？それがね、ジョニー・ソマリの現状は誰が見てもオワコンと言えるくらいひどいことになっているみたいで、最近は YouTube で活動しているみたいなんだけど、彼の最近のライブ配信を見ると、1年前には視聴者数千人超えも普通だったのに、現在では見てくれるのは約70人程度だったり、ジョニー・ソマリが注目されるきっかけとなった日本で暴れた時の動画を再投稿するも、2000再生ギリギリだったりと、かつてジョニー・ソマリのファンだった人たちからも面白くないことがバレたのか、飽きられているそうなのよ。前席は再生数も数万回は普通で、ライブ配信もチャットが大量に流れるフィーバー状態だったよね。それが今じゃこの始末ってか、炎上商法で生き残ることは無理っていう証明になってるよね。他にも、ここまでオワコンとなった原因として、公認マークまでもらっていた、キックというサイトで9番という制裁を受けたこともかなり大きいだろうね。有名生配信専用サイトでバンされている以上、知名度がそこまでないサイトで活動していかないといけないし、そこまでしてジョニー・ソマリを見ようとは思わないっていう人が大半だったと思うから。確かに、キックといくサイトでは登録者1万人超えてて、番号に移行したサイトでは登録者が1500人なの見たら、熱心なファンはそこまでいないことが証明されてるし、コロコロ活動先変えてたらついていきたくなくなるよね。日本にも数年入国できないわけだし、一体これからどうするつもりなのかね。もうここから全盛期のような配信者に戻ることはどう考えても不可能だし、とんでもないことをやらかさない限り、今年中にみんなの記憶から忘れ去られそうだわね。日本での後半の時の発言のように、実家に帰っておとなしく働いた方がいいと思うわね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価と、ベルマーク、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。